こんにちは。株式会社シラクのハパルカナです。今日はいよいよ本格普及が始まるビム設備設計の最前線、デビットメップについて初心者向けに分かりやすく解説していきます。今、建設業界は大きな転換点を迎えています。国土交通省が 3D モデルを契約図書にすると宣言し、日本のビムもいよいよ本格稼働。この波に乗れる人材がこれからの建設業界をリードしていくことは間違いありません。まず最初にメップの意味から整理しましょう。メップとは M、メカニカル、機械設備、空調換気消火など、E、エレクトリカル、電気設備、照明コンセント弱点など、P、プランビング、配管設備、給水、排水、衛生配管も頭文字を取った総称です。つまり、建物もライフライン、全部はメップなんです。電気が通り、空気が流れ、水が流れる。これが動いて初めて建物は人が快適に暮らせる空間になります。設備設計は昔からあるよって？もちろんその通り。でも今、デビットメップがこれほど注目される理由は以下の2つです。1、ビムが契約図書になる時代が到来。ビム？流行り言葉でしょと思ってる方、要注意です。国土交通省は2025年6月に最新方針を発表。2027年度から直轄工事で 3D モデル、ビムシムを正式に契約図書とする方針を打ち出しました。積算、設計、施工、維持管理すべてを 3D モデル中心で回す仕組みが本格化します。つまり、ビムをやらないと仕事は取れない時代がそこまで来てるんです。施工現場のズレが事前に潰せる。設計図は作った。でも現場に行ったら針と配管がぶつかる。ダクトが通らない。これ、今も現場あるあるです。デビットメップは 3D で設備を組むから、干渉チェックが設計段階でできる。結果、現場の後戻りや追加工事を大幅に減らせるわけです。具体的にデビットメップで何ができるのか、機能を一緒に見ていきましょう。1、配管、ダクト、電線を 3D でかける。空調ダクトのルート、給水排水の配管経路、照明や分電盤からの電気配線、全部 3D で建物のモデルの中に配置できます。2、機器も設置できる。エアコン、室内機、室外機、給湯器、ボイラー、ポンプ、電気板など、機器の接続も一目でわかるようになります。3、干渉チェックができる。針を突き抜ける配管、天井裏でぶつかるダクト、同じ場所を通る電気配線、デビットメップなら、これらも単焦を事前に検出してくれます。4、自動計算、数量拾い出し。必要な配管長さ、継ぎ手や機器の数量、ケーブルの長さ。これらを自動で集計してくれます。材料の発注にも役立ちます。5、設計変更に強い。例えば、設備機器の位置が変更になったら、従来の 2D 図面なら、関連する断面図や詳細図も手動で全部修正。デビットなら、モデル上で位置を変えれば、関連図面も自動で更新されます。日本でもデビットメップは急速に導入が進んでいます。ゼネコン・サブコン設備設計事務所。海外ではもっと先行していて、
アメリカ、シンガポール、韓国などはビム義務化がすでにスタート済み。実は今日本はこの流れに猛烈に追いつこうとしています。ではビムを導入すると仕事の流れはどのように変わるのか比較してみましょう。従来の流れは衣装、構造、設備、現場、調整、その流れで手戻りが連発していました。ビムを活用すると最初から衣装、構造、設備が 3D で並行検討を行い、干渉も事前に発見し、スコーズもほぼ事前に完成していて、追加工事が激減、工期短縮、コスト安定につながります。もちろん設計初期は少し大変です。でも全体で見れば、工期短縮、コスト抑制、クレーンの減少というメリットが圧倒的です。例えばここに空調ダクトを引いてみましょう。エアコンの吹き出し口から空調設備に向かってルーティングしていきます。レビットメップは一つ一つに情報が入っているので、自動で対応したダクトをルーティングしてくれていますね。また自動削除を行うことも可能です。下の吹き出し口を選んで、接続先からコネクタを選択します。流れの方向を選択して接合するダクトを選びます。そうすると自動でルートを伸ばして接続してくれます。もちろんビム導入には課題もあります。最初の操作習得がやや大変。パソコンのスペックが必要だったり、社内だけでなく協力会社もビム文化を理解しないと効果が半減してしまったり、設計初期に正確な情報を集めきる意識改革が必要です。でも、だからこそ、ビムをちゃんと使いこなせる人材は市場価値が爆上がり中なんです。最後に、これからレビットメップを学びたい人向けの手順を紹介します。1、レビットの基本操作。メットファミリ活用。3、干渉チェック、数量拾い。4、現場知識とセットで学ぶ。特に図面と現場のズレを知ることが大事だと思っています。その点においては、現場経験者がビムを学ぶと一気に成長速度が上がると思います。シラクでもビムプラス現場感覚のハイブリッド設計者がこれからの主役と考えています。今回は2025年最新版のレビットメップについての情報をお届けしました。国も制度も動き出した今、ビムを学ぶのは先行投資ではなく必須スキルに近づきつつあります。建設の世界を面白く変えていけるのがまさに今です。もしこの動画が少しでも参考になったら、高評価、チャンネル登録をぜひお願いいたします。質問や要望もコメント欄でお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。